アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。ミスト式も終了が近づいたので外部フィルターの準備をします。選んだフィルターはこちらのエーハイムクラシック2215露材付きです。東日本では電気の関係で少しパワーが落ちちゃうけど、僕はこれで十分と判断しました。そう言っても僕もまだこれ使うの初めてなんですけどね。で、いつも通り開封動画はささっと本体、ホース、ダブルタップ。これは中間接続用のジョイントです。そしてパイプ類。あとはキスゴムとかの細かい部品と露材もセットになってました。で、アクアリウムのことを調べ始めた時からずっと気になってたこのパイプの色。なんでこんな色なんだよってずっと思ってたんですけど、とにかく水槽に取り付けて実際の感じを見てみました。僕としてはやっぱりこれはなしですね。この緑が好きな人もいると思いますが、僕は嫌だったんで、こちらを用意しました。エーハイム給水パイプ黒です。通常は給水とオーバーフローパイプの2種類が必要なんですが、今回は考えがあって給水パイプを2本買っています。そして一応取り付けてみて、僕は断然こっちですね。部屋の壁が黒いんで、こっちの方がもう全然馴染んでます。ただこの黒いパイプもロゴマークはちょっといただけません。水系の中にこのロゴ、文句やめときますけど、パイプを改造しちゃいます。まずはこのロゴの削り落としです。最初は400番の耐水ペーパーを使います。できるだけ広範囲に削らない方が後の処理が楽なんで、ロゴの部分だけ削った方がいいと思います。これシャカシャカシャカってやって、削りカスを拭いて、でこれを他のロゴ部分にもやっておきましょう。次に使うのが 3M スポンジ研磨剤スーパーファインです。名前の通りスポンジみたいになってます。これで今度は少し広範囲を擦っていきます。スポンジなので曲面に沿って変形してくれるんで、変な削れ方をしないで綺麗に擦れます。こんな感じですね。そして同じく 3M のスポンジ研磨剤ウルトラファインでさらに擦っていきます。こんな風にヤスリで綺麗にしていくときは、徐々に目の細かいヤスリに変えていきます。本当はヤスリを変えたときに、前回擦った方向と90度角度を変えて擦っていくと、一番綺麗に仕上がるんですが、今回は形状的にちょっと大変なんで、一方向でゴリ押ししちゃってます。で、こんな感じになって、最後はコンパウンドで磨きます。コンパウンドは力を入れて擦るんじゃなくて、指で撫でつけるのを何度も繰り返すようなイメージで全然大丈夫です。力入れすぎると逆に変な傷がついちゃいます。でこんな感じで完成です。いじってない方と比べても遜色ないと思います。コンパウンドを使ったら必ず中性洗剤で洗浄しておいてください。これで全部ロゴを消し終わったので、オーバーフローパイプの作成に入ります。すでに水槽に合わせて目印がつけてあるんで、そこに合わせてこの薄刃ノコでカットします。ブランチウッド加工の時にも使ってたやつですね。これは切るだけなんで、スコスコってやって切断して、でこれノコだと結構切断面が荒れるんで、棒ヤスリとかで整えてます。でパイプを切る道具って色々あるんですけど、圧力をかけて切れ目を入れていくような仕組みのやつが結構多いんで、ノコで切った方が周りに傷とかもつかないで綺麗だとは思います。パイプカッターの方が後処理は楽かもしれません。そして切断した直線の方のパイプをさらに加工します。ここでこんな風につなげられるように曲げ加工をしたいと思います。僕は水槽の水面を結構低い位置に考えてるんで、黒のオーバーフローパイプを買ってもちょっと長さが足りないんですよね。ちなみに黒のオーバーフローパイプが2180円するんですよ。ちょっと買う気になれなかったのもあります。で、ガラスパイプを選ばなかった理由も、この水面の高さのことがあるからなんですが、正直僕があんまり惹かれてないっていうのが大きいです。ということで、まず付属のシャワーパイプから蓋を拝借して、でこれを加工する方のパイプに取り付けます。そしてロートを用意して、細かめの砂を詰めます。砂だと曲げるときにほんの少し内側が傷ついちゃうんで、それが嫌な人はシリコンチューブ使ったやり方なんかもあったりするんで、調べてみてください。で、砂を満タンに詰めて、アルミテープで蓋をします。曲げるときに結構圧がかかるんで、しっかり閉じてください。で、蒸気が細く出るなんかを用意して、お湯を沸騰させます。で、この蒸気で曲げたい箇所を熱します。
多分蒸気が一番緩やかに温められるんで、成功率が高いと思います。曲げる箇所の周囲もまんべんなく熱して、こんな風に両手で感触を確かめると柔らかくなってるのがすぐわかります。こんな状態になったら、ちょうどいいサイズの円柱の何かを用意して、そこに沿わせて曲げます。砂が満タンに入ってるんで、少しだけ圧をかけ、ちょっと温め直して、で、少し圧をかけて、曲げてから冷えるまでこのまま保持します。ちなみに砂を入れないとパイプが潰れます。こんな感じで固まったんで、砂を抜いてカットします。切ったところを整えて、パーツの完成です。これが切り落としたパーツで、今曲げたパーツがこっち。この余ったパイプは、注水後の水の流れを見て、シャワーパイプにするなり、何かしら使えそうですよね。とりあえず曲げたパーツを接続するホースを準備します。エーハイム専用ホース黒です。これを短く切って、曲げたパーツを取り付けます。ホースのロゴも削って、ここは見えない位置に回すことができるんで、ペーパーで削って終わりです。そして取り付けます。これ結構硬いですよね。で、こんな感じで完成です。ホースで繋いでるんで、こういう風に水平方向は角度を変えることができます。普通のオーバーフローパイプでも一旦カットして、ホースで繋ぎ直せば、こうやって角度調整はできるようになりますね。上畑の YouTube チャンネルで紹介されてた方法です。そして給水パイプも作業をします。測ったところでカットして、で、付属のストレーナーがこれすごいでかいんですよね。当然緑色だし、せっかくパイプを黒にしたのに、ここが緑なのはいまいちなんで、こちらを用意しました。チャームで買ったリーフオリジナルクリアグレーストレーナーです。すごいちっちゃくて目立たないです。もしかしたら水の流量に影響があるかもしれませんが、大きければ大きいほど流量が稼げるわけでもないんで、これで十分だと僕は思います。これで給排水のパイプが完成です。では今回使った金額です。エーハイムクラシック2215露材付き 15,500 円。エーハイム給水パイプ黒920円を2本買って1840円。エーハイム専用ホース黒 3m 1300円。リーフオリジナルクリアグレーストレーナー318円。ここまで合計で143,175円となりました。多分これで値が張る機材の追加はもうないと思うんで、だんだん総額が見えてきましたね。まるでアクアリウムとは思えない作業の連続でしたが、パイプ類をごちゃごちゃさせないで、僕が思った通りのデザインで設置させることができそうです。これで給水と排水側の準備ができたんで、次回はフィルター本体を作業します。新年一発目ということで、今年も皆様よろしくお願いいたします。それではまた。